ン回せば快音を響かせ爆裂加速、静かに走ればまるでセダン。一見派手さはありませんが、強烈な二面性を持つ最高に面白い車、フェアレディ Z を紹介します。前回興味本位でオートマの GR ヤリスに乗って立ち狂った加速で地を這うように曲がるスポーツカーの楽しさを知ってしまいました。そして思ったんです。マニュアルのスポーツカーはもっと楽しいんじゃないかということで、早速オートマ限定解除して憧れだった Z に乗ることにしました。今回 Z を選んだ理由は一目惚れ。派手なエアロでかっこよさを演出するのではなく、元の造形が本当に美しいんです。この美しいサイドシルエットを見てください。コロカン4区が大好きな私が見ても惚れ惚れします。これを機に日本の名車を体感して、その魅力を余すことなく伝えていきますね。普段ジムニーで林道こもりしている私が別ジャンルの気になる車に乗る企画、ぜひ最後まで見ていってくださいね。Z！ ということでまずは新型 Z のイカれたポイントを紹介するよ。エコなんて知るか。405馬力を生み出す3リッター V6 ツインターボ。それを後輪だけで受け止めるスパルタ仕様。ブーン回すと簡単に空転するらしいよ。サイドシルエットは完璧な黄金比。歴代モデルをリスペクトしたデザイン。運転席はやる気満々。スコスコ入るシフトノブ。スポーツカーらしい甲高いエンジン音はもはや ASMR です。静かに走ればまるでセダン。ブーン回せば快音鳴らして爆裂加速。強烈な二面性があって最高に楽しい車だ。ついかっ飛ばしたくなりますが、私は素人のひよっこ。今回は正真正銘危険な車なので、自制心を持って運転しますね。Z！ ということで、早速デザイン。いい意味で派手さがなくて落ち着いたザ・スポーツカー。GR ヤリスのような、わかりやすくやんちゃで戦闘力高めなデザインではないので、これ本当に速いんかって印象でした。もちろんこの後裏切られるんですけどね。ノーアルタカは爪を隠す。です。フロントよし。サイドよし、リアよし、どこをとってもめっちゃかっこいいんですけど、私は特にリアが好きですかね。リアがめっちゃかっこいい。テールランプは近くで見ると2層になっていて立体的、クラシックなデザインですが、光り方は現代的でネオレトロな雰囲気です。このデザインは Z3 人をイメージしているそうです。このさりげないスポイラーは飾りじゃないんですよ。405馬力とかいうイカれたパワーを後輪だけで受け止めるので、リアの設置感は重要なんだそうです。スポイラーなしの場合、安定最高速度は215キロ。スポイラーがあると、これが245キロにアップするそうです。このスポイラーは初代 Z のデザインが継承されているようですね。サイドのシルエットはにわかの私が見ても惚れ惚れします。ロングノーズ、ショートデッキが特徴で、これは60年前の初代 Z の黄金比が継承されているそうです。この美しいデザインの秘密は、古き良きスポーツカーのスタイルから来ていたんですね。だから初代 Z かっこよすぎないか？そしてこのシルバーのラインは刀をイメージしているそう。フロントは初代 Z をイメージしているそうです。ボンネットが長いこのデザイン、迫力満点だ。どでかいエンジンを効率的に冷やすためにダクトはでっかいね。これで大量の空気をぶち込みます。ここのフィーは日産車で一番細く作られているそうです。このジェントルな見た目に反してでかいエンジンで暴力的な加速ができるって考えるとギャップがありますね。ボンネットの中央がボコッと膨らんでいます。これは初代 Z のオマージュでボンネットを膨らませてそこに巨大なエンジンを詰め込んだそうです。エンジンルームチェック。うわ、熱っ。熱気すげ、あっち。ということで、走行後のエンジンは灼熱だよ。エンジンルームなんて見たって何もわからないのですが、つい中を見たくなります。巨大なボンネットの中にきっちり詰め込まれたエンジン。大衆車では味わえない魅力です。ホイールはレーズ製の単層ホイール。すみません、素人にはよくわかりません。タイヤサイズの見方はわかりませんが、とにかくぶっといタイヤです。ホイールベースは 2550mm。これはコンパクトカー並みなんです。ドアに凹凸がありません。個人的にデザインに文句のつけようがありません。派手なエアロでかっこよさを演出するのではなく、元の造形がシンプルで美しいからなのか、数時間まじまじと車を眺めていましたが、全く飽きません。唯一残念なのはこのくぼみ。虫の墓場です。リアガラスにはさりげなく1969と書いてありました。これは初代 Z が誕生した年なんだそう。Z は歴史あるスポーツカーなんですね。トランクチェック。後部座席がない分荷室は結構広めに見えますが、床が高いので荷室高は低くなっています。剛性を確保するためか、開口部の縁も太くなっていますね。車中泊なんてさせねえぞと言わんばかりのぶっといパイプ。割り切っているスポーツカーは面白いね。
これがなければセンターコンソールにベッドを伸ばして車中泊もできそうでした。GR ヤリスでもなんだかんだ車中泊できそうでしたが、これはお手上げだ。シートのリクライニングはお察し。それにしてもこの手の車、長距離ドライブの時はどうやって休むんだ？内装チェック。見てください。このやる気に満ち溢れた運転席。シートはもちろんバケットシート。座面は薄っぺらくてクッション性なんて二の次です。これはむしろテンション上がりますね。ホールド感はいい感じ。GR ヤリスよりもしっかりホールドされます。シートの高さはこのダイヤルを回せば疑似的に高くできるので、視界は案外いい感じですよ。私の身長だとシートを最大まで前に出さなければクラッチを踏み込めません。不格好ですがお許しください。大変だ。普段内装の安っぽさとかスポーツカーの本質とは関係ない部分には全く触れないんですけど、今回の Z は走行性能と高級感を追求したバージョン ST というグレードです。ということで質感についても細かく見ていきますね。他の車には使われないような素材が使われていて、パッと見の質感はいい感じです。ですがスイッチなどの細かい部品はキャラバンやノートのパーツが流用されているそう。純粋に走りを楽しみたいならベースグレードも良さそうだね。ただこのかっこいいレザーのバケットシートはバージョン ST 限定。うまく差別化されていますね。ついこの間まで運転していた教習車に比べてシフトノブは信じられないぐらいサクサク動いて気持ちいいです。これは運転も楽しそうだ。テンション上がる3連メーター。走行中に見る余裕はなさそうです。さすがに収納少なめですがシート裏の収納が便利です。Z 唯一の不満はドリンクホルダー。どうしてこうなった？デジタルミラーは晴れの日反射で視界悪め。多少の不便さなんてどうでもよくなるこのコックピット感。テンション上がるね。ドライブレコーダーを起動します。エンジン始動は最高だ。今回は箱根ターンパイクまで来たので思う存分楽しみますよ。第一印象、乗り心地めっちゃいいです。セダンに乗っているような感覚で車内も静か。 GR ヤリスでは感じられなかった快適さも兼ね備えています。昔の Z はデートカーだったそうですが、この乗り心地なら納得です。ですが Z の本性は高性能スポーツカー。一番楽しいのは2速で踏み込む瞬間でした。暴力的な加速と甲高いエンジン音で理性は吹っ飛びます。初のマニュアル車ってこともあると思いますが、今まで試乗した車で一番。圧倒的に楽しい。思わずニヤニヤしてしまいます。しかし残念なのは、私の下手くそなギアチェンジでは Z の性能が活かせなくて GR ヤリスのようなぶっ飛んだ加速はできませんでした。オートマ GR ヤリスの変速がいかに優秀なのか思い知りました。もっと練習しますね。そして一番性能を感じたのはカーブです。60キロのままカーブに入っても全く不安を感じません。凄まじい剛性のおかげか左右に揺られる感じがなくて地面に吸い付いて曲がっているイメージです。これは峠でかっ飛ばしたくなる気持ちもわかります。これぞスポーツカーの楽しさ。ジムニーやランクルとはまた違った楽しさだ。この有り余った性能を公道で出し切れないのは残念ですが、低いギアで分回しながら運転すれば一般道でも十分楽しめました。2シーターの FR スポーツカーなんて趣味に全振りしたような人が乗る車だと思っていましたが、思いのほか乗り心地がいいのとコンパクトな車体も相まって通勤や買い物でも活躍してくれそう。そして刺激が欲しくなったら週末峠に行けばよし。そんなルーティーン憧れます。この車には面白い二面性がありますね。乗り心地が良く、セダンのように静かに快適にドライブすることもできますが、少し踏み込めば簡単にホイールスピンするほどの加速を楽しめます。ノーアルタカー爪を隠すって言葉を体現したような車でした。フェアレディ Z 最高だ。最後に同じ本格 FR スポーツで同価格帯のスープラと比較してみます。一見同価格帯に見えますが、スープラのベースグレードではマニュアルを選べないんです。Z と同じ3リッター6気筒でマニュアルを選べるのは800万円の RZ グレードからになるんです。もちろん数値だけでは測れない楽しさもあると思いますが、今の時代本格的なマニュアル FR スポーツカーに550万から乗れる Z は破格なのかもしれませんね。ベースグレードにもマニュアルの設定を用意してくれた日産、最高だ。
今回紹介した ST グレードよりも上にさらに速くなったニスモというグレードがあるんですけど、残念ながらこれはオートマのみの設定でした。しかしこの夏、マイナーチェンジでフォルムがさらに洗練されて、ニスモでもマニュアル仕様が選べるようになったそうですよ。時代に逆行して各メーカーがこんな車を作ってくれることに感謝しなければなりませんね。そしてジムニーやランクルもそうですが、スポーツカーは一生内燃期間で動き続けてほしいと思いました。私は日本の自動車メーカーを全力で応援します。これからもジムニーとは違ったジャンルで気になる車があれば乗っていきますよ。マニュアルジムニーや軽トラしばき回すのも楽しそうだなって思っています。よかったらまた見てくださいね。じゃあまたねー。